皆さんこんにちは、さきです。本日の動画はセルブの大人気爆漏れリップが限定リップになって発売します。セルブで今回ホリデーシーズン限定のリミテッドパッケージを作らせていただきました。プラスしてノベルティも超絶可愛い冬にぴったりの限定ノベルティのポーチも作ったので、今日はメルティングフィルムリップの色をタッチアップしながら限定パケをご紹介していけたらなと思います。めちゃめちゃ可愛い今回パケになってるので、ぜひ最後まで見てみてください。それでは動画スタート。今回外箱から変えました。いつもピンクの外箱を使っているんですけど、今回のホリデーシーズンのためにわざわざオリジナルでまた作りました。じゃじゃーん。サックスをベースにサックスとホワイトをグラデーションにした柔らかい雪を表現したパッケージにさせていただきました。メルティングフィルムのこのメルティングだけちょっとこうエンボス加工でツヤ感を出したこのリップのねテクスチャー、とろけるようなテクスチャーをモチーフにしたエンボス加工にしているような感じのパッケージに変えました。なんか濃い感じのサックスじゃなくって薄くって儚い、でも真っ白だとちょっと物足りないから、なんか柔らかい感じの雪の世界を演出したパッケージのサックスの色っていう風に起用して作らせていただきました。結構ね色にこだわったカラーになってます。でこのパッケージとともに発売するのがこの限定パケです。これね一緒に置いた時の可愛さもね私結構重要視していて、やっぱシルバーとサックスってめちゃめちゃ相性いいのよ。で今回まず白のレザーにしました。で若干この白のレザーも表面に脂肪感があるものを選んでいて、キャビアスキンまではいかないんだけどちょっとねしぼしぼとして表面がブツッとしているようなものを今回選ばせていただきました。色が結構真っ白なまっさらな白を選んだので、表面感がないとちょっとチープ見えしてしまうのとつるっと見えるのがちょっと違うかなと思ったので、高級感が出るようにレザーの中でも脂肪感とか表面感があるやつを選ばせていただきました。これが普段はピンクゴールドのカラーになってるんですけど、今回は白パケに合わせてシルバーのキラキラのシルバーにしてみました。でフロントにはセルブの刻印がこんな感じで入ってます。中もねシルバーになってます。クリスマスのパッケージって本当にクリスマスって感じで、もちろんそれはそれで大切に取っときたいような可愛いパケなんだけど、なんかこれはいつでも持ってられる特別感みたいな、普段の違うセルブのパッケージなんだけど、これが春になろうが夏になろうが使える限定のパケをこうどんどんこう飾ってもらっても可愛いみたいな個人的なホリデーをイメージして作ったパッケージになってます。続いてこちらのノベルティです。可愛くないですか？パッケージに合わせて一緒に使ってても可愛いなと思って、これもホワイトで揃えてみました。こんな感じになっていて、ちょっと大きめのポーチに今回はなってます。マチも太めで10センチいかないくらいなんだけど、かなりポーチの容量としては入るようになってます。表面はファーにしてます。で毛足長すぎるとちょっともさっとしそうだなと思ったんで、本当にいい感じの柔らかくて儚い感じの雪っぽいファーにしてみました。中はこんな感じで同色のものになっているのと、メイクポーチなんで汚れとかがあんまりつきにくいような感じの素材にしてます。メイク道具多めの人でも割と使いやすいんじゃないかなっていう容量の大きさにしてます。多分ファンデーション系もそうだし、あとセレブって結構ハイライトが大きめなんですけど、それもすっぽり入るぐらいのサイズなので、こういう感じのサイズ感になってます。結構嬉しくない？これ給食パレットとかハイライトが大きかったりとか、あとファンデーションとかクッションファンデとか、パウダーとかがうちのブランドに限らずデザイン系のものがすごく多くなって可愛いんだけど、大きかったり分厚かったりするものが結構今世の中多くって、そういうのをしまう時に私いつもこのダーリッチで使ってノベルティ使ってたんですけど、ボロボロの今もう足りなくて閉まんないの。上がなんかこうなっちゃう。わかる？入れすぎてシェーディングも大きいしとかで、こういうの重ねる給食パレットだしこれもだしとかで、なんかこうやって重ねてったらもう結構な容量になっちゃうから、仕事の時結構私メイクの一式持ち歩くし、女の子とかもね全部持ち歩くと思うので、そういうのを考えた時にもいいし、普段持ち歩かない方も旅行とかの時にも使いやすいかなと思うサイズ感にしてみました。でフロントはリップに合わせて白レザーをベースに引いて、セルブのこの SL マークをプレートで入れてます。この
のサイドの取っ手の部分、引き手の部分は SL マークの雫型のチャームがついています。セレブポーチとかミラーとかメイクにまつわるノベルティを出すことが多いんですけど、なんかその時その時の雰囲気とかその時のコンセプトに合わせたポーチが毎回用意されるので、なんかそれをどんどん集めていくのも楽しいかな。私は結構ポーチすぐ汚くなっちゃうのでこうやっていっぱいポーチがある、ノベルティであると自分も使えるので本当に助かるみたいな。私はちなみにさっきのダーリッチのツイードのやつが、普通のメイクポーチにしてて、次セレブのこの前に発売したノベルティも今本当にリアルに使ってるんですけど、こっちはリップとまつげとか、まつげ上げるためのライターとか、髪の毛、スティックとか、そういうサブになるようなまつげのりとか、そういうものをここに持ち歩いていて、こういうブラシがバーっといっぱい入って汚いんですけど、多分3、40本ぐらい入ってるこのブラシセットと、あとこれはお客様に以前いただいたクロミちゃんポーチ。なんか多分私クロミちゃん好きって思われてるんだけど、なぜか。このクロミちゃんポーチにベース類、ファンデーションとか下地とかベース類を入れてっていう感じにしてたんですけど、おそらく今ファンデーションと、リップはね汚れちゃうから私あんまり一緒に入れたくないんだけど、ファンデーションとこれは一緒になんかできそうな感じのサイズ感になってます。税込み1万円以上お買い上げしていただいた方に全員にプレゼントできるような感じになるので、ぜひ皆さんこの機会に、なんかもうすでにメルティングフィルム持ってるよっていう方もぜひこの限定パケをゲットしてほしい。なんか女の子ってそういうものじゃない、持ってるけど限定パケだから買うみたいな、セルプらしいホリデーシーズンの楽しみ方っていう感じで用意させていただきました。ではまずこちらのドミナントローズの01番から塗っていきたいと思います。こんな感じの色味になってます。中身は特に変わってないので、再度色味の説明をしていこうかなと思います。ちょっとね青みがかってるピンクにしてます。でもちろんそのまま塗布してもいいんだけど、ちょっと色味がねカインダーピンクよりもちょっと濃い色味なので、ブラシとかに取って塗ってあげたりとかすると、すごく調節しながらっていうのかな、唇みたいな感じにならずに塗っていくことが可能になってます。ちなみに今使ってるこれはアイシャドウブラシなんですけど、結構意外とアイシャドウブラシの平たいので塗ると広範囲にぼかしながら塗れるので、私結構これを使ってます。どこで買ったかわからない。こんな感じの色味になっています。これはね結構はっきり顔がはっきりするので、アイメイク薄い日とか、あと赤っぽメイクする時とかのポイントで、唇にポイントを持ってきたい時にするとすごくいいかなっていうリップになってます。グロスを塗ったようなブリンブリンのツヤ感は出ないんだけど、本当にさりげなくちょっとツヤがここら辺とか動いた時に立体な部分が光るようなツヤ感がプラスされるっていう感じになってます。割とねグロス塗ってるツヤ感よりもこういうちょっとメルティング系のプルッとした唇の方がむっちり系に見えるので、オーバーリップとか唇ぽってりさせたい方とかにはすごくおすすめなテクスチャーになってます。ちなみにこれ一回取って直で塗布してみる。結構色味違う気がする。直接塗ってあげた方がメルティング感は増します。で発色も増す。重ねれば重ねるほどこうやってツヤ感ができるように作ってるので、ついてるんだけど往復させてあげる。こういう感じ。すごくない？こう分かるかな？ここら辺割と存在感があるリップになってます。どっちかっていうとブルベ冬とかブルベ夏の方とか、暗髪かける赤リップって強い感じになると思ってて、割とそれがハマる人って日本人に意外と少ないのかなと思うんですけど、この濃さは割と、もちろんブルベ系、青みがかったお肌というか、モニ耐性ない人でも濃い系のリップが使えるっていう。私唇は分厚いからさ、赤リップ塗るとドンってなるの分かる？強いじゃんすごいけど、これは赤っぽさもあるし、ちょっと青みがあって、でも青みって強くなれば強くなるほどちょっとおばみ出てくるから、そこはいかないくらいのちょうどいい塩梅っていう、分かる？なんか私結構強いメイクする時も可愛らしいメイクする時も普段から割とちょっと甘辛なのが好きだから、やっぱりちょっとバブさを入れたい。どっかに色気とバブさをかけた感じの雰囲気がすごい私は好きなんだけど、なんかそのバブみってやっぱり青みが強くなればなるほどどんどん遠ざかっていくから、なんか結構一時期ブルベ夏優勝みたいな風習あったんだけど、マジで紫にしちゃうと、どっちかっていうと私はコンサバでエレガンスで老けてしまう印象になってしまうっていう感じの雰囲気だったので、どっちかっていうとちょっとコーラル寄りのハッピーみたいな感じの多幸感ある感じのカラーが得意な人の方が割とちょっと童顔っぽいというか、幼くてバブフェイスになんか近いような気がしたので、私は青み系なんだけどその中でもおばみが
が出ない使いやすいものっていうのを結構意識して作ったカラーなので、結構これは唯一無二な気がするの。続いてこちらのカインダーピンクです。私がすっごい気に入ってるカラー、さっきのと比べるとね、結構ねコーラルピンクより結構全然違うでしょ。まずはさっきみたいにブラシで取ってやっていこうと思います。もう今の時点で全然違う。結構ねこのね粘膜カラー系っていうのかな、すごいね可愛いのよ。最近のこの歯にね似合う。グラデーションとか作る人とかもこれベースに仕込んどくとめちゃめちゃ唇がヌーディーで色っぽい感じになる。さっきのドミナントローズは割と1個で少しずつ広げて、あんまり全体にがっつりは塗らずに唇をぽってりさせてあげるようなイメージなんだけど、こっちは本当に広げたら広げるだけ。唇が薄い人とかにすっごくおすすめです。どんだけこうやって広げてもちょっとヌーディーだからオーバーリップが簡単にできる。これにプラスして薄いなと思う人はこれに真ん中にドミナントローズとか塗ってもらえるとすっごくいいと思う。結構ね韓国のねヘアメイクさんとかメイクしてるの見ると、同じ青み系のピンクで唇のグラデーション作るんじゃなくって、ベースにこういう結構ねロマンドとかでもよく出てるんだけど、こういう若干オレンジっぽい感じの唇の元々の色に近いようなやつの若干色付きバージョンぐらいの色をベースに塗ってから、さっきみたいなドミナントローズみたいなちょっと青みっぽいピンクというか赤っぽいピンクを中央にのせて少しずつぼかすっていうやり方をしてます。そうすると肉眼で見ると本当に内側だけ血色感がついて、外側のコーラルピンクは本物の唇の色みたいな感じになるので、かなり唇に立体感が出るかなと思います。で今これが私がブラシでのせた状態、気持ちマットになります。やっぱりブラシでのせると余分な水分が吸収されるので、直接塗るよりもマット。私結構リップとしてじゃなくてチークで使うこと多くって、可愛いのこれ超漏れるよ。中顔面短縮に超いい。中央とか目の下に塗ってあげるのよ。私もファンデーション今日塗ってるからさ、ちょっとパウダーもしちゃってツヤ感が出にくいんだけど、私は結構リップをチークに使ったりとかするのすごく好き。可愛くない？斎藤咲チーク結構ファンの方の中でバズってるんだけど、よく来店イベントとかもメイク真似してくれて、これ咲さんのチークなんですって塗り方なんですって言ってくれる子多いんだけど、斎藤咲チーク作るの超楽よ。ほら可愛くない？こんな感じでチークにもおすすめです。で続いてちょっと一回塗布で直接塗っていこうと思います。全然雰囲気変わる。こっちの方がヌーディーになるのかな。でやっぱりツヤ感は直接塗ってあげた方が増します。ほらこんな感じになります。すっごい可愛くない？重ねても本当に可愛いので、ちょっと重ねてみてもいいですか？重ねる時はこれはアイシャドウブラシなんだけど、ちょっとこういうので少し取ってあげて、分かりづらいかなこれだと。中央だけね。もうさ今なじませてないのにこれだけでも立体感すごくない？わかる？可愛くない？なんかどっちも相反したカラーというか、パーソナルカラーで分けるとちょっと多分全く別なジャンルの色味なんだけど、全然違うカラーの色なんだけど、混ぜてあげるとこの違いが逆にすごく可愛い色に発色してくれるっていう、本当に唇を華やかにというか本当に色気を出してくれる。あとはこのカインダーピンク塗ってからとか、私結構リップ混ぜるの好きなんですけど、皆さんあんま混ぜないでしょ。まあ確かにね、お出かけの時とかはね塗り直しめんどくさいからね。2本で可愛くない？ 2 色混ぜ、またさっきと違う色って感じ。個人的にすごくお気に入りです。今回はホリデーシーズンのアナウンスと、あとはこのリップのテクスチャーを再度つけさせていただいたんですけど、個人的に最後に今使ってるこのドミナントローズとカインダーピンクのミックスがすごく可愛くってお気に入りなので、ぜひ皆さんこれ使ってみてください。今最後のリップ塗布して時間が結構多分30分ぐらい今経った状態なんですけど、時間が経つにつれちょっとこうリップの質感が溶けてくるっていうのかな。メルティングフィルムにした名前にした理由が、塗布した時に溶けるようなテクスチャーのものを作ったし、そういう雰囲気だなと思ったので、本当にその名の通り溶けたようなこういうところのツヤ感とかが出てくる。あとはライトだったりとかご飯食べてる時の照明とかで本当にツヤっとする感じになるので、これからホリデーシーズンに向けて多分デートとかすごい多くなってくると思うんですけど、そういう時とかも可愛いのかなと
思います。ホリデーシーズンっていうところに私は苦手意識を持ってたから、セレブ事業部でそういうホリデーのやつをどうしますかっていう話になった時に、私はどうせやるのであればセレブらしいホリデーシーズンの楽しみ方っていうアイテムの出し方をしたかった。だからパッケージも別に冬っちゃ冬なんだけど、別に冬じゃなくても使えるし、なんかクリスマスだからといって白銀にしてたりとかゴールドにしてたりとか、割とコントラストが強い。さっきも言ったグリーンとか赤とか紫とかなんかちょっとこう大人な濃厚なカラーがすごく多いイメージだったんだけど、なんかそういうのをするわけでもなく、あとはなんかよくあるのがシャドウのパレットプラス色が違うとか、その色もちょっとクリスマス仕様にシャンパンゴールドの色になってたりとかってあると思うんだけど、マジで私は使わないの。だからクリスマスコフレいつも何買いますかって質問をよくくださる方いらっしゃったのね、セレブをやる前から。なんだけど私は一切そういうのに目がくらまないというか、あんま別に興味がない。可愛いってあんま純粋に自分の好みじゃない、ツボじゃなくて、なんかセレブとかコスメをやるからといって他のブランドさんと同じように同じホリデーシーズンの展開の仕方を無理してまで私はやりたくなくって、今回はこういう展開の仕方にしたっていうのがホリデーシーズンに対しての思いっていう感じかな。多分同じ人も多分中にはいると思う。ホリデーシーズンが好きっていう方ももちろんいると思うし、そうじゃない方もやっぱり中にはいると思うので、そういった方に刺さっていただけてもいいし、ホリデーシーズンっていうのを考えずにシンプルにこのパケが好きっていう人も多分いると思うの。なのでなんかいろんな人が楽しめた方がいいのかなっていう風に思いました。なんか私コスメを作るにあたって自分が持ってて可愛いものが本当にとにかくいいので、なんかセレブってまだまだちっちゃいブランドだし、コスメのその質だけとかで他のブランドに打ち勝つとか名を知らせていくっていうのはすごく難しいし時間がかかることなのかなって思うんだけど、自分が持ってる時の可愛さっていうのかな。例えばだけどファッションが好きだからデニムの服とか白い服とかなんかモフモフのマフラーとかにこれ持ってたら可愛いな自分とか、持ち物とコスメと服装も全部相まって可愛いとか、これの中にこれをこれにしまってたら可愛い、取り出す瞬間もとかっていう、なんかそういうのまで連想した可愛さを結構私は大切にしてるので、その持ってる時使う時にたびたび可愛くてときめくみたいな、そういうのを結構大切にしてるし、それがセレブの強みかなって思うので、飽きない可愛さっていうのかな、女の子が継続的にずっと可愛いって思ってもらえるような可愛さっていうのを大切にしてるので、セレブらしい私らしいホリデーシーズンの展開の仕方っていうのがポイントですかね。本当にでも可愛いの、このポーチも。ホリデーシーズンの SNS も見てくれた方いらっしゃると思うんですけど、あれもちょっと冬みたいな感じにしてオーナメントの中の一つにそのリップを入れて撮影したりとか、結構凝った撮影にしているので、ぜひそちらの方も一緒に見ていただけたらなっていう風に思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。指短い。バイバーイ。